さあ始まりました。元美容師による古民家 DIY の時間です。前回の動画で床の間をやってきましたので、今回はその隣の押し入れをやっていきます。今回はこちら、前回床の間をやったんですけど、その隣押し入れをやっていきます。この押し入れの部分なんですけど、襖もねだいぶこう傷んでるというか汚れているというか、ちょっとめちゃくちゃ邪魔なんですけどね、これは仕方がない。完成イメージはこの半分、こっから向こうはこう布団が入るようなスペースにして、こっからこっちはなんかこうグッとこう引き出してくるような収納棚になればいいなと思ってます。結構この下から上までの棚がこうゴボッと出てくるようにしたいんですよね。表面なんかね塗装が入ってるんですけど、端材マーケットの掘り出し物ですね。なんか10枚しかないからもう1000円でいいよってもらってきました。もうなけなしの最後をお尻の方から出してます。おお出過ぎた。よし。いしょ。せーの。これは木の種類が
全然違うんやな。あー、やっちまった。全然違う。ああ、もう集中力ないわ。よっしゃ。
これ昨日といけた。なんとかおいけた。全然スムーズじゃないけどよしよし。まあなんとかなんとか。まあまあまあ使える使える。あれこれねちょっと幅が足らなかったんですけど、もう見なかったことにします。めちゃくちゃいいのができましたね。これを開けると、ここ布団スペースで打ち開けて、ここが小物類ですね。こっちがこれね、掃除機がかけれるようになってます。でここもね、小物が収納できると。素晴らしい。最後までご視聴ありがとうございます。これで押し入れのリメイクが終わりました。かなりねちょっと手こずったんですけど、そもそもこの引き出せるね、こう縦に動く引き出しがあればいいなと思ってやったんですけど、やっぱこうスライドレールが1、2、3、6個か
6個干渉し合うので、相当このスライドの位置とかこの方向ですねがきっちり正確に取り付けられてないと、スムーズに動かないと、ちょっとでもねこうレベルがこうなってるとこう走っていってしまうので、そこでギギギーっとなる、スムーズではないんですけど、もしかしたらめちゃくちゃこう収納的にはね便利なのかもしれないし、そのスムーズじゃないことによってねとっても使い勝手が悪いっていうことになるかもしれない。この辺は検証してみたいなと思ってます。このなんか壁面がこう出てくるようなね収納っていうのは一回やってみたかったんで、トライできてよかったなと。ただね改善の余地が相当あるので、またこれどこかでねちょっとリベンジしたいな。で次は床をやっていきます。こう畳が半分、ヒノキのフローリングが半分っていうようなね、そんな床にしていきますので、次回もぜひぜひお楽しみにしていてください。想像と想像、DIY は人生だ。